またマイクが入ってなかった。すみません。こんばんは。腕入ったよね。いやいや。すみません。こんばんは。今日の天気は、またマイクが入ってなかった。すみません。こんばんは。携帯で今確認したら何も喋ってないから、どういうことだろうと思って。危ない。ずっとこのまま始めるところでした。あ、こんばんは。リーフさん。あ、お久しぶりですよね。昨日ライブやろうと思ってたんですけど、ちょっとね、ショックなことがありすぎて、ちょっとメンタルを立て直すのに、お笑いを見ても、メンタルが立ち直ってくれなくて、配信っていう気分まで立ち直るか、もっと落ち込むか、どっちかしなきゃいけないんだけど、どっちかになると配信できる気分になるんだけど、もう中途半端なとこでイライラしちゃったもので、ちょっと配信しなかったですね。今日になっちゃいました。これね、ワールドリゾートに南の方に向かってます。天気はね、昨日も今日も暑い暑いですね。ちょっとね、あの夜とろっと雨は降るんだけど、ザーザーという降りがないので、あ、これね、多分この映像のミドルロードの陥没ってここのことを言うんだと思うんだけど、映像ずれてるな、ちょっと。ほら、陥没が見えなかったね。陥没が見えなかったね。この手前のとこに陥没があったんですよ。工事してて、多分それが陥没、この間新聞に載ってたところだと思うんですけど、とにかく天気は暑いかな。うん。で、この辺はもうずっと変わりない状態かな。昔前ともあんまり変わんないんじゃないかな。ずっとミドルロードですね。見えるかな。見にくいかと思うんですけど、車の中にポンって置いてるんで、携帯をポンって置いてそのまま撮ってる状態なんですけど、窓ガラスが窓ガラスに前にフィルムが貼ってあるんで、ちょっとね、そのフィルムがシュニュシュニュってなっちゃってるんで、ちょっと見にくいかもしれないなと思うんですけど、この辺にちっちゃいマッサージ屋さんとかできてるかな。マッサージ屋さんとかネイルサロンとか、そういうのはできてますね。あとは何も変わらないかな。エースがあってっていうぐらいで変わったことはないです。まあ今日はね、またね、関税の話もしていきたいんだけど、ちょっと12日に発動されたトランプさんのアルミア鉄の関税の影響が、これからサイパンにとね、木とかも高くなってるんだと思うんだよね。
木材、なんかちょっと今日喋った人が、もう工事このまま進めていけるかわからないっていうような話をしてたんで、なんでって言ったら、もう材料費が高くて、でも関税発動されたのは12日なんで、まだ2日ぐらいしか経ってないから、そんな値段に影響ないんじゃないのと思ったんだけど、なんか影響あるようなこと言ってましたね。徐々にもう値段が上がっていくっていうことなんで、建築もやばいよなんて話をしてたんで、いやこれリセッション起こる可能性が出てくるってことですよね。こんな。でもね、政府の人とかは、いわゆる公務員の人たちはそういう危機感はないんじゃないかなと思うんですけど、まあ危機感ない方がいいんですけどね。いいっていうか、あんまり危機感を持たれちゃうとお財布のね紐が硬くなって本当にリセッションが起きてしまうっていう可能性が出てくるんで、これトヨタですね。トヨタがあったところ、元しっかり大型店舗に向こうに新しくなっちゃったんで、ここはなくなっちゃったんですけど、立派な今トヨタになってるんで、トヨタっていう看板よりレグサスっていう看板の方が目立ってるんですけどね。ここどこだ自分で撮っててどこだか分からなくなってるっていう。どこだろう、どこが映ってるんだろう。あ、もう南の方に入ったとこだ。そうだそうだ、ススペに行く途中のところだな。ススペに行く途中のところですね。ワールドリゾートに行ったんですよ、これで。映像出る前に言っちゃったらね、ダメだね。ちょっと喋ることをこう考えてたんだけど、なんか飛んじゃったんだよな。ちょっと猫に今追い倒されちゃって、それで頭がまた真っ白になっちゃって、何かに書いておくべきだよね、こういうなんか喋る時、喋ることを書いておかないと本当忘れちゃう。今度から書いておくことにしようかな。忘れちゃうよ。なんかね、いろんな法案が出たりね、今日の新聞で法案が出たりもしてたんですけど、なんか一人の議員さんがいろんな法案を出してるんですけど、それも今まで通ったことあるのかなって感じで、経済対策のことをたくさん出してるんですよ。で今回も出した法案っていうのが、もうすでにグアムやハワイではこの法案というか法律が通っていて、サイパンだけというのがないんですよね。でね、結構そんなことがあったんだ、そんなことがあるんだっていうことがあって、ワールドリゾートの映像が始まっちゃったから、ワールドリゾートの映像を見ましょう。すごいね、人がバラ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 いたんですよ、ローカルの人とか。なんかね、あれをなんだっけ、なんだっけ、なんかお祭りがあったみたいですね。で、イベントがあって、ローカルの人がたくさん集まってたらしいんですけど、まずねフロントに寄って
撮影していいって聞いて、ちょっとお茶飲んでたんですけど、撮影を中していいかなと思って一応断りだけ入れるのにフロントに行って見に行ったんですけど、あ、これワールドリゾートね。韓国の人、韓国のツーリストはね、ポツポツいましたね。ちょっとパワーあるなって感じ雰囲気が。プールにもお客さんいたし、韓国人のお客さんいたし、海にも泳いでたんで、なんかね、あのウォータースライダーだけできないのかあと後から映像を見て思ったんだけど、黄色いテープが貼られてて、あ、入っちゃいけないんだみたいな、なんかメンテナンスをやってたみたいですね。メンテナンスだと思うんですけど、ここからプールの方に抜けれんのかなと思ったら、ちょっと間違って上がっちゃってもう一回降りていきますね。でこれプールの方、ウォータースライダーの方に、綺麗ですね、やっぱりリゾート感、ワールドリゾート、リゾート感ありますね。ここにね、検査員じゃないけど、こう入る時のタグとかをつけなきゃいけないっていう監視する人がいるんですよ。その人にもう一応入っていいって聞いてみて、で入っていいよって言われたんで入って行ったんですけど、一応ね聞いとかないと、なんかこう入っていくのにこうスタンプかなんか、スタンプだか手に何かをつけなきゃいけないらしいんですよね。誰でも入れたらね、誰でもこのウォータースライダーができちゃうから、そういう監視は必要ですよね。こう後から気づいたんだけど、ここはまだないか。ここはないんだ、まだ。こう入ってって、左の方、左の方がウォータースライダーになっていて、右が海になってるんですよね。なんか綺麗だよね。なんかね、リゾート感あるなって感じだった。アクアもあるけど、またここはここで違うイメージのリゾート感感じましたね。ほら、この映像で行った時は気づかなかったんだけど、映像を見てから気づいて、この黄色いテープが貼られてて、あ、まあ入んなかったけど、そっち側には。あ、ここから入っちゃいけないんだと思って、掃除とかしてたから多分メンテナンスの時間だったんだと思うんですよね。お掃除してましたね。このカッションテープ全然黄色いテープ全然気づかなくて、撮影してる時、撮ってる時全く気づかなかった。これで怒ってたんだな。ここのワールドリゾートのちょっと偉い方かなんかがここの奥に立ってたんで、ここ取りに入っていいですかっつったら、ダメだよ、あの撮影のビザ持ってるのかって言うから、いやいやいや YouTube なんで撮影ビザいらないでしょって言ったんだけど、ちょっと怒ってて、でもお前入ってきてるからもういいよ取りに行けとかって言ってくれたんですけど、ビーチ取りに行きたいんだけどって言って、この黄色いテープ貼ってあるの全然気づかなかった、本当に。
でもね、ちょっとやっぱり韓国人のお客さんがちらほらやっぱいたんで、活気あるなって感じだった。ロビーにもいたし、プールでも泳いでたし、店員さんがまたニコニコしてるんですよ、この人たち。陽気な人たちで。日本に行きたいななんて言ってましたね。日本のが時給安いからやめた方がいいんじゃないのって言ったら、いや、私の友達は日本で働いてて、時給が結構いいんだって言ってましたけど、陽気な人たちで、フィリピンの方なんですけどね、サイパンに住んで結構長いらしいです。やっぱね、日本はいいみたいですね。みんな日本行きたいって結構言います。日本にで仕事したいって。こうね、海に出るところにまた人がいたんで、あっち行っていいのかなって聞きに行ったらいいよって言うから、一応聞いとかないと怒られそうだから。すごいリゾート感ですよ。すごい綺麗なの、ここも。あの、グランビリオとか、クラウンプラザやアクアの方がドーンとでっかいビーチって感じがするんだけど、ここはちょっと狭い感じなんだけど、綺麗でしたね。なんかこう、沖にちょっとした沖のとこに遊ぶものがあって、そこで家族連れが貸し切り状態みたいな感じで遊んでましたね。本当に綺麗。どうです？綺麗じゃないですって。あ、OBS ばっかり見てると。YouTube どこ行った？あれだ。ごめんなさい。これね、ライフセーバーの人、ライフセーバーだっけ？あ、そうそう。ライフセーバーの人たちが、ワールドリゾートは多いの。あっちにもこっちにもいるの。他のホテルはだいたい1人ぐらいだったの。ここ3人も4人も5人もいた。みんな陽気な人たちで。ニコニコしてましたね。こんだけライフセーバーがいると安心ですよね。子供を泳がしてて遊ばしててもなんか見ててくれるのかなっていう感じはしましたね。またね、ここにもね3人か4人いたんですよ。でプールのとこにも何人かいて、これは大変だなっていう、ワールドリゾートお金かけてるなっていう、安全な方にお金かけてるなと思いましたね。本当に船が出てないんだけど、小さい船が全然インリーフにもいない。アウトリーフに行くようなそんなに波が、まあ波ない方だけど、この昨日なんかはでもアウトリーフに行くような天気でもないんじゃないかなと思ったんだけど、全くいないんだよね、本当に。ほら、また女性のライフセーバーの人もいて、もう本当いっぱいいるの。ちょっとびっくりですよね、この景気の
悪さから考えてこんなに雇ってるんだって。まあね、安全があるっていうのは絶対いいことなんで、もちろんね、他のホテルもちょっと忙しくなれば本当に人がいなかったんで、それでも一人の監視員は誰も入ってなくても監視員一人は置いていたんで、そういうところにはお金使うんだなっていう、安全にはお金使わなきゃならないんだなと思いましたよね。綺麗だったフロアとかも何これ、写真スポット、映えるスポットっていうの、そういうのがやっぱりね、ビーチにもホテルの中にもこういろいろあるみたい。まあワールドリゾートの目の前にも上店あるしね。ガラパンから離れてるけど、離れてても今ガラパンにね近くてもあまりどっちでも関係ないから、近くに上店がグランビリオホテルなんかも隣にあるから結構便利だし、でワールドリゾートも目の前にあるから結構便利ですよね。ホテルのお水買うと高いけど、ちょっと出ればものすごく安いから、そこでみんな買ってお部屋で飲むお水とか調達してるんだと思うんだけど、近くにそういうとこがあるのは便利。こじんまりしてるけどワールドリゾートのとこは綺麗でしたね、本当に。ワールドリゾートホテル自体は大きいんですけど、あと託児所もあるから、なんか便利だなとは思いましたね。とにかくでも人がいないんだよね、本当。ここにはパラパラ韓国の人がツーリストでいたけど、これね、政府のあのなんていうんだろう、町役場がいっぱいあるようなところ、これ全部小さいのが、これちょっとポリスがいたんで珍しいと思ってビデオ撮ったんだけど、ここのね先、ずっと左の道を上がっていったところにマゼランっていう場所があって、昔はそこでツーリストの人がいっぱい戯れる場所っていうか、何かをいろんなことを教えてくれたり、サイパンの歴史とか文化とか、カゴ作ったりなんかイベントをやってた場所だったんですよね。もうね、今はね普通の車じゃ入っていけない。このタポチョさんの方もそうなんだけどね、普通の車ではね、もう砂利道になっちゃうと、今はもう入っていけない、普通の車で。でもね、それでもツーリストの人はムスタング借りてタポチョさんとか登ろうとして行くから怖いよね、あれ。ボコボコになっちゃうんじゃないかなって。もうすごい穴ぼこだらけだから。どこ？ああ、これ、そうそう、あのガバーメン
トのオフィスがいっぱい政府のオフィスがいっぱいあるところの地域ですね。でタポチョさんの入り口のとこをこの間探しに行って、メインの通りからすぐ右に曲がってすぐ右っていう思いがあったんだけど、全然なくて、タポチョさん行く道ってこんなに遠かったっけって思ったんだけど、まあ上がってはいけないんですけど、私なんかの車じゃ。もう今ね、道路砂利道のところはもう普通の車じゃ上がれないよって言ってたから、四駆とかじゃないと上がれないって言ってたんで、聞いてたんで、上がってはいかなかったですね。ここちょうど入るとこなんですけど、ここにね、タポチョさんってカタカナかなんかで前は書いてあったんですけど、ここにあったんじゃないのかな、違うとこにあったのかな。ここに多分ね、タポチョさんって看板があったはずなんですけど、なくなってたから、タポチョロードとは書いてあるんで、多分ここだと思うんですよ、タポチョさん上がっていくのに。それでね、なんだっけ、これは元に戻った映像なんで。でね、去年、なんだっけ、なんだっけばっかりだ。あの、軍事化の、テニアンサイパン軍事化の話が出てましたね。新聞に。多分、多分じゃない、おそらくっていうか、もうほぼほぼ、テニアン島は、軍事化工場も軍事化していくみたいなんですよ。で、ダイナスティができた時に、できてしばらくして、あそこの滑走路もよく作り変えたんで、綺麗に立派な滑走路があるんですよね。で、もともとの米軍の使われてないですけど、今はボコボコですけど、その滑走路もまだ残ってるんで、米軍の米軍のでいいんだよね。アノラゲイなんだっけ、核をアノラゲイ、エノラゲイだっけ、核を積んで飛んだ飛行機が使った滑走路がそこにまだあるんで、それも軍事施設の拡張をねしていくっていう、本土の方の人と話し合いがあったっていうことが書いてありましたね。だからおそらくあそこがテニアン島が軍事化されてしまうと、練習施設、練習とか演習とかに使うって書いてあったから、やっぱりダイビングのボートやなんかの渡航制限とかが出てくると思うんで、立ち入り禁止とかそういうのが増えてくると思うんで、テニアンの海をもうねダイビングするなら今なのかもしれないと思いますよね。あんまり制限ね、どうなんだろう。でも軍事化したら制限していくしかないっていうのは実際のところなんで、
グアム、グアムのグアム島よりはグアム島から比べたら5分の1、4分の1くらいの大きさなんですけど、十分、十分ではないけど、軍事施設には使える島だとは思うんで、でも心配なのが、この間、野菜をそこから、野菜を育ててるところがあるって言ってたから、本格的に、グアムとかにも卸してるって書いてあったから、そういうとこがなくなっちゃうのはちょっと嫌だよねって感じなんだけど、どういうふうに政治的な意図があるのかもしれないし、分かんないけど、ペニャン島はね、サイパンより大きいんだっけ？そんなわけないね。そんなわけないね。グアムの軍事施設よりは、軍事施設よりは小さいんだっけな。この間なんかで読んだんだよな。うる覚えになっちゃいましたね。あとね、もう一つね、マリアナバラエティに載ってて、こんなの本当なのって思ったのが、グアムやハワイではその法律がもう使われてるんですって。で、今サイパンでも使わせてくれっていうことをアメリカに頼んでるらしいんですけど、経済支援の一つなんですけど、その中の一つの法律の中で、企業がローカルを雇うと最大$8000もらえるんですって、1人につき。すごくないですかこれ。$8000。グアムとかではもう企業が1人雇うとそういう$8000もらえるっていう補助金がもらえるんですって。だけどまあ1回だけ、ローカルの人辞めたりするじゃないですか。3日で辞めちゃったり、そういうのは入らないと思うんですけど、でも1人につき年間かな、年間で年間雇うともっと補助金が下りるっていう制度らしくて、$1000降りて、その他にも年間雇えたらもっとよくできたでしょうみたいな賞金をまたもらえるんですって。結構いい法律だよね。やっぱりサイパンにないっていうのはやっぱコモンウェルスだから、ちょっとグアムと扱いが違う。でもグアムには補助金がグアムやサイパンとか一緒くたんにみんなで割りなさいっていう補助金は一緒に出てるんだけど、でも結局こういうアメリカの制度、これアメリカ本土の制度らしくて、だからハワイとかにはもちろんあるんだけど、ローカルを雇うとその企業には年間じゃない、その雇った時に最大で$8000降りて、そんなことしたらでも名前だけの人もいるからね。名前だけの3割結局企業は雇わなきゃなんないから、名前だけの人の会社はずるっこになっちゃうよね。そういうのもあるけど、どうなのかな。またでも今年はサイパンっていうか選挙はないので、選挙があったら選挙のためにこういう法案出してんのかなと思ったりしたんだけど、
ね、2026年、来年ぐらいまで選挙はないでしょ。こんばんは、深夜さん、すいません。こんばんは。今、こっちを、なんだっけ、OBS が上がっちゃってて、どうやったら YouTube が出るのか、今、もごもごやってました。すいません、こんばんは。いつもありがとう。どうですか、ワールドリゾートの映像をちょっと撮ってきたんですけど、綺麗でしょ。こういうの見るとサイパン来たくなりません？どうですかね。あれ、また YouTube が出てこない。 OBS 出しちゃうと YouTube が消えちゃうっていうこの現象をどうしたらいいのかわかんないんですけど、 YouTube だけ上げてればいいのか。いやいや、ダメか。どうです、こういう映像を見ると来たくなりません？ワールドリゾートね、ほんと綺麗だった。久しぶりに行ったら。前はなんか結構ね、なんか傷んでるイメージがあったんだけど、すごい綺麗だった。タポチョ行ったよ。リーフさん、タポチョ行ったんですか？私もタポチョはね、何で行ったんだろう。タポチョ車でだよね。ツアーで行ったのかな、自分で行ったのかな。タポチョね、何年前に行ったかな。多分12、3年前に1回行ったぐらいかな。なかなかね、あそこまで行くの遠くて、うちあたり、ガラパンから行くのも遠いし、遠いんですよ、とにかく。で、道が悪いし、車、車、ボロボロなのにもっとボロボロになっちゃうから、行かないようにしてますね。今回もタポチョの入り口まで行ったんですけど、勇気がなく、多分壊れまくると思うんで、オイルパンとか行っちゃうと思うんで、もうとにかく道がボコボコだって言ってたんで、マゼランの方に行ってみようかなと思ったんですよ。キャピタルヒルのなんだっけな、ホテルがあったんだよな、名前忘れちゃった。なんとか2っていう、キャピタルヒルの山の中になんとか2っていうホテルがあったんですよ。今は多分やってないと思うんですけど、そこの奥の方にマゼランっていう場所があったんで、そこにちょっと行ってみたいなと思って行こうかなと思ったんだけど、ローカルの人がやめた方がいいよ、ボコボコだよって言われて、入ったら抜け出せないよって言われたから、ちょっとやめました。勇気いるなと思って。まあね、キャピタルヒルのあそこのさっきの映像の先は人住んでないんじゃない？人住んでんのかな。養鶏場とかその辺までで、その先人住んでんのかな。人住んでないんじゃないかなと思う。お金持ちのお家がいっぱいあるんですけど、今は分かんないですね、住んでるか。すごい豪邸がいっぱいあるんですよ、あの辺。山の中の方行くと。でもね、ちょっと勇気がなくて行けませんでしたね。アスファルトのとこを走るのが精一杯なんて。
ほんとボコボコっていうのが日本のガタガタとちょっとね意味合い違うからね、穴開いてるんでタイヤ1個ガーンって入っちゃう感じなんで、ちょっとね勇気ないな今。全く勇気ないので行けませんでした。この辺は許してくださいって感じで。だから今ね、とにかくサイパンを救済しようっていう法案がいっぱい議員さんからいろんなことが出てるんですけど、まあ、どれ一つ今んとこ通っていなくて、リセッションが起きるのだけは怖いですよね。もう近いものあるから。これでね、ローカルの人まであの財布の紐が硬くなっちゃったら、ちょっとね、今元気なところもよろしくなくなっちゃうから、お友達のマニキュアショップ、ネイルサロンとかには結構満員になるぐらい人が来てるんですよ、ローカルの人が。だからそこを見てるとちょっと安心、リセッションは起きないかなっていう安心感があるんですよ。ね、マニキュアと足ペディキュアマニキュアやったりしたら$50近くいくと思うので、$50じゃ効かないのかな、もっといくのかな。そういうのを毎週来てるとか2週間に1回来てるとか言ってたんで、そういうのを聞くとまだ全然大丈夫なんだなってと安心感はありますね。あとレストランはどうなのか見てないから分かんないんですけど、昼間喫茶店ガラパンのカジノの前の角のとこの喫茶店とこには結構ローカルの人入ってたんで、そういうの見るとまだローカルは全然パワーがあるんだなって思うし、うん、でもリセッションはでもささやかれてるからね、本土アメリカでは。さっきも言ったけど関税12日の関税もそうだったけど、アルミニウムと鉄あれだけならいいけど、今度やばいのが EU との戦いになってきちゃったでしょ。 EU に何をやったんだっけ、ウイスキー EU がウイスキーアメリカに対してアメリカのウイスキーを50%の関税かけ返すわってあのトランプさんに言ったんですよね、 EU 側が。そしたらトランプさんがじゃあ EU の、フランスロマネのワインとかの辺のワインに200%の関税をかける。意味わかんないよね、200%っつったらいくらになっちゃうんだよっていうことになっちゃうんだけど、これはね日本には影響ないんで全く、今のところは日本には影響ないんであれだけど、 対 EU とアメリカだからロマネコンティを飲むなら日本が安いってことになるよね。フランスのワインを飲むには日本に行った方がめちゃくちゃ安くなるっていうことになるんだけど、もうちょっとびっくりしちゃうね。アルコール製品にワインとかシャンパンもそうね、全部アルコール製品に200%の関税を発動しますよって EU が言ったもんだから、それは4月発動されるとしたら4月なんだけど、フランスがじゃない
トランプさんが言ったのね。そんなどこまでいろんなものの値段が上がってっちゃうんだっていう状態になっちゃうから、これはかなりやばいよね。サイパンの人はフランスのワインなんて飲まないから、ほぼほぼナパワイン、カリフォルニアワイン、いろいろ考えたけど、サイパンを再開発させるには日本が再統治するしかない。再統治、いやいやいや、だって深夜さん、日本だってちょっと今やばいじゃないですか。でサイパンは結局はアメリカにもう全部持っていかれたくないしってやってるから、グアムみたいになれないんですよ。日本が再統治、ちょっとね、それ笑っちゃうけど、日本になるか中国になるかアメリカになるかってやんないとダメなんだと思うんですけど、ダメなのかもしれないけど、それで結局アメリカがちょっと待ってくださいね。大丈夫。アメリカが結局はアメリカのビザで過ごすことになったわけですけど、そのちょっと前なんて本当もう深夜さんはいたんだろうな、その頃中国化する手前だったでしょきっと。もうそろそろサイパンは中国になるんじゃないかなって言われてた頃じゃない。サイパンダーじゃなくてなんだっけ、なんか言われ、なんか中国サイパンダじゃなくてなんだっけ、もうすぐチャイナになっちゃうっていうようなこともささやかれてた時代があったんだけど、何だったっけな、忘れちゃった。なんかその俗語があったんだけど全然思い出せない。サイパンだ、サイパン、チャイパン、チャイパンって言われてたのかな。そうそう、もうすぐ中国になっちゃうみたいな、もうあちらこちら中国投資が増えて、中国なんじゃないのぐらいの勢いだったんだけど、そのギリギリのとこでね、2009年8年か、2008年後半に中国じゃなくてアメリカがグリーンカードを認め、そのビザのシステムのあれも送ってきて、何言ってんだか分かんなくなってきちゃった。言葉が出てこないってやだね。ちょっとおしゃべりをし直さないとダメだわ。本当言葉が出てこない。いろんな言葉を忘れてしまいましたね。ごめんなさいね、聞きづらいと思うけど、まだリハビリ中なのでね。8年とかね、6年67年ほぼほぼ誰とも喋んなかったんで、ほんと言葉を忘れましたね。もう何を言葉自体を忘れちゃったっていう感じかな。とにかく EU ともそうだし、どこと中国ともそうだし、この関税戦争終わってくんないと、ね、ゼレンスキーさんも大変なことになってるでしょ今。戦争30日間やめようって言ったら、ロシアは全くそんなこと考えてませんからみたいにパネっちゃって、結局はね、クルスクだっけ、重要なポイント
取られ返されちゃったからね。深夜さん、ビーチビーチボーイがいる。わら、昔はダイヤモンドホテル前はビッグボーイマリンスポーツが仕切ってましたよね。そう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 。ビーチボーイっていうか、この人たちはライフセーバーでワールドリゾートに雇われてる人たちですね。ビーチボーイではない、ビーチボーイだけど、そのビーチボーイで例えばマリンスポーツを売ってる人たちではなかった。ビッグボーイね、ピンクい車ね、どうしたんだろう、最近見ないな。ね、マリンスポーツ、あの辺バングラディッシュの人とピンクの人と韓国の人とで、ダイヤモンドホテル前あたりはいっぱいいたもんね、ビーチボーイね。でみんなでね、カメラ撮り合ってんだよ。ビッグボーイとか、あのそのバングラの人とか韓国の人とかでカメラをね撮り合ってて、映像を撮り合ってんの、お互いの悪いところを。結局ビーチで声かけて、マリンスポーツとか本当はやっちゃいけないっていう法律なのね。だからそれをやってるのをお互いにお互いの会社同士で潰し合ったりしてた。で映像を隠し撮りみたいなことをしてたのを、なんかよく揉めてたよ、そういうので。でもね、揉めるだけ良かったよね、あの時代はね。たくさん観光客が来てたから揉めれたんだから。今揉めようがないって、誰もいないんだから。全くビーチに人がいなくて、この辺だって観光客がいる時は結構ね、海をバックにこの辺に車止めたりして写真を撮ってる人多かったんだけど、今全くいないね。うちの前あたりとかも車止めて結構なスピードで通るようなところなんだけど、車がそこにね、結構ね、車をバーンって止めて海をバックにね、ムスタングとかを止めてね、写真撮り始めるのよ。あれ怖いよね、見てる方はねヒヤヒヤする。って当たっちゃうんじゃないのって、車同士が。あれは怖い。あれはね、こう見てっていきなりね、なんかウインカーとか出すわけでなくいきなり止まるんだよね、パンって。中国とかってあの高速道路とか300キロぐらいで走るところ多いんだよね。それなのにそれなのにっていうか、それだからなのか、結構横暴な運転する人多くて、ツーリストの人ね。アウトバーンみたいな通りがね、中国は結構あるらしいんだよね。300キロとか出せる。360キロって言ったかな、最高速度。うちのね、目の前とかもね、夜はものすごいスピードでね走っていく人がいるからね。でうちのところ、傾斜がおかしいのかな、多分あの辺の坂道って傾斜がおかしいのか、車ひっくり返ったり飛んだり跳ねたり結構してる。だからサイパンでアスファルトがまだね
うちの近所はもう治ってるみたいだけど、サンゴで作られてるところが多いから、サンゴがミックスされてアスファルトになってるから、めちゃくちゃ滑りやすくて、日本の感覚でブレーキ踏んでたらまず止まらない、そういうとこが多い。本当に気をつけないと。バイクなんかだと、私の知り合いはハーレーでひっくり返ってたことがあったんで、昔ハーレーがレンタルで出てて、そのもうそういえばハーレーどこ行っちゃったんだろう、あんなにあったハーレー。僕事故りました昔。そう、サイパンでサイパンでサイパンで事故るとね、辛いね、それ。怪我したのかな、怪我しなかったんならいいけど、怪我したとなると結構辛いよね。サイパンで怪我すると、救急車とかが来たりするでしょ。で、意識がない人は、まあそのまま持って行ってくれるんだけど、意識があると、救急車乗りますか乗りませんかって聞くんだよね。で、まあ、乗りますって言えば乗せてくれる。乗りませんって言ったら、まあ、乗らない。で、お金がない人は乗らないでくださいみたいなことなのよ。で、カードを持ってなかったりすると医療を受けられなかったり、そういうことが多々ありましたね。ツーリストの人。救急車はね、来ても乗りますか乗りませんかって意識があると必ず聞くんですよ。意識がない人には聞けないから連れていくけど、あれね、ちょっと怖い制度だよね。ちゃんと連れてって治療してよって感じだよね。顔面血だらけの子だったのに、意識があって乗りますか乗りませんかいくらかかりますみたいな説明して、近場でも病院から近くても救急車乗ると$300ぐらいかかるんだよね。遠ければ遠いだけお金がかかるから、それでね結構効くんだと思うんだけど、枯れても困ると思うんだよ。早く乗せてってよって、早く治療してよって。日本だとね、タクシー代わりに使ってる人もいるっていうぐらいなのに、あの制度は血だらけで、血だらけの子をね、乗りますか乗りませんかって聞いてるところを見たことがあるんだけど、ちょっとね、こんなって切ないよって感じ。さっさと連れてってあげてよと思ったけどね。そういうことがありましたね。海外で救急車乗るときは無料じゃないんで、気をつけて運転してください。運転でも、まあ遊ぶことでも何でも気をつけてやってもらった方がいいと思う。あと旅行保険とかね、掛け捨ての旅行保険とか入ってくると便利だよね。あれって例えば飛行機が飛ばなかったりなんだりした時も保証が出るから、結構なんか1日1000円とか1500円ぐらいなのかな。当時800円ぐらいのとかだったかな。その昔だけど、そういうの入っとくと全部
台風とかなんかあった時に全部カバーされて保険で帰ってきたみたいなことがあったし、この保険はいいのかもしれない。ほんとね、サイパンどうなるのかなって感じなんだけど、ローカルの人は本当ね、そんなにね、深刻に考えてないのかなって思うんだよね。ローカルって結局はその政府の関連で働いてる人とかは、もうね、実際日本人とか観光業っていうとこについてる人は結構辛いと思うよね。30%、36%って書いてあったかな、新聞に。36%、先月よりも減少、ずっと減少を続けてる観光客が。これ結構辛いでしょう。飛行機飛んでないから来れないのは来れないんだけど、仕方ないんだけどね。その飛行機が満杯にならないと飛行機会社も新しい飛行機を飛ばそうっていうわけにはいかないから、結局どこが先なのって、やっぱサイパンがこれだけ楽しいですよっていうことをサイパン政府がこね、中国、韓国、日本に、アジア圏にショーアップしなきゃダメなんだけどね。ショーアップがね。この方法がうまくいかないからね、今こうなっちゃってるんだけど、もうちょっと、もっとね、なんなら縫製工場の時代からもうちょっとうぬぼれずにやっといてくれると、こういう時代はなかったんじゃないかなとも思うけど、縫製工場があるからいいんだぐらいのことでアメリカの援助いらないよって言っちゃったから、結局そっからどん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 ひどいことになってるわけだから、どんどん落ち込んじゃってるんだよね。いつもなんかそういうやり方をするんだよね。んんこれ何？え、メガネかけなきゃ見えません。あ、へこんだだけですけど。へこんだだけですけど。何が書いてあるのかと思っちゃった。へこんだだけですけどね。ならよかった。怪我しないのがね、何よりです。でサイパンでやったってことだよね。こんなぐらいだとね、レンタカー会社に保険入ってるだろうから、それで賄えたんだろうけど。ちょっと待ってくださいね。ちょっとお待ちください。お待たせしました。すいません。でも深夜さん、本当にサイパンが日本の統治下
じゃなくて、あの日本も今危ないでしょ。もうほぼほぼアメリカなんじゃないかって、アメリカのアンダー・オブ・アメリカなんじゃないかっていう感じがするけど、関税の件も日本はね、何もやり返してないからね。言い返してもいないよね。他の国はね、もうやり返してやり返してっていう報復、関税報復がもうこんだけひどくなってきちゃったんで、本当になんかこのお酒やられたらサイパンでいくらになっちゃうのって、お酒が、カリフォルニアワインなんだっけ、名前忘れちゃった、オーパスワンとかあの辺のがあるけど、別にそんな美味しいわけじゃないし、ワインとか他のアルコール類も全部って書いてあったから、フランスからのワイン、お酒って何がある、ワインしか思い浮かばないんだけど、何があったっけ。なんか思い浮かばないな。とにかくワイン、シャンパンか。シャンパンもそうだよね。シャンパンは結構飲むからな。最近は飲まないけど、シャンパンは大好きで飲んでて、普通にデューティーフリーで160、200ドルぐらいだったね。シャンパン、ドンペリとか、あの辺のが、それに200%の関税かけられちゃったら、もう絶対に手が出ないよね。思いっきりいいことがあっても手が出ないよね。もうアメリカの、スパークリングワインで我慢するしかなくなってくる、ブルートとかで我慢するしかなくなってくると思うんだけど、いやいや、もうほんと関税戦争やめてっていう感じだ。ゼレンスキーさんも結局30日のアメリカが、トランプさんが言った、ゼレンスキーさんはそれでいいですみたいな、仕方ないですみたいな感じになってたけど、結局トランププーチンさんがこんなのやるわけないじゃんって言って、重要拠点クルスクだっけ、そこを取り返しちゃったから、その話の後、昨日4、5日前にも取り返しましたよって言ったでしょ。だからウクライナが取り返した場所をまた取られちゃったわけだから、でももうロシアはやめる気なんかないわけで、戦争。あれじゃね、もうアメリカは武器を与えないわけでしょ、ゼレンスキーさんに。どうすんだろう。負けていくしかないのかな。あれで平和に終わるのかな。平和に終わる気がしないんだけどな。平和に終わってくれるのはもちろん一番いいんだけど、なんかウクライナをロシアがほぼほぼ取って、もっとポーランドとか、ポーランドだなんだって言っちゃいそうな気がするんだけど、そんなことないのかな。なんかね、そういうの考えると、ロシアがそういうことやるっていうのは、日本にもやりかねないじゃない。北海道とか、実際にそういう話は浮上してたし、あの辺にチラチラいつも現れてるわけだから、なくない話だから、
なんかそれをね、ウクライナのことをロシアのことをね、ウクライナのあんなことにしちゃって許しちゃってってなっちゃうと、なんかロシアは図に乗りそうだなっていう気もするんだけど、そんなことみんなないんですかね。ビーチボーイ、ビーチボーイじゃないんだけどね、このライフセーバー、ワールドリゾートにみんな雇われてる人で、海守ってる人ね。こんなにいるのはね、ほんとね、久々に見ましたよ、本当に。大体どこのホテル行っても今は一人、ライフセーバー一人。誰もいないのに一人置いてることの方がすごいと思うんだけどね。ね、これからどうなっていくんでしょう。サイパンの経済。本当ね、私も立ち上がりたいけど立ち上がれない状態にいるし、本当に心から立ち上がりたいけど、どう立ち上がっていいのかね、今分かんない。今言葉も出てこない状態なのに、やっとこんだけ最近ちょっと喋れるようになってきたから、ちょっと良かったんだけど、とにかくメンタルを治すのは自分でしか治せないっていうのがね、どんなカウンセリングを受けようと、まあ人のね力は大いに重要だとは思うんだけど、なんか助けてくれた人を絶対忘れちゃいけないなとかっても思うし、いろんなことが頭の中でよぎるとまた落ち込んでっちゃうから、もうなるべくね、最近は千鳥とかかまいたちとか、ああいうお笑いをね見るようにしてね、 YouTube で見たりしてますね。じゃないと違う方向に行っちゃうから。動物系ね、動物系の猫の映像なんて見てもあんまり面白くなかったんだけど、犬ばっかり、犬の映像が大好きだったんだけど、最近猫を飼ったらもう猫の映像も大好きになっちゃって、最近はね、もう池崎の猫おじさん、あれ大好きで見てますね。心が癒されるっていうのかな。心も癒されるし、猫も可愛いしって感じです。あとはみんながサイパンに遊びに来てくれる、日本からどんどん来てくれることを祈るしかないんだけど、祈るっていうか、なんかやんなきゃ絶対来たくないよね。どう思います？夜の遊びがないと嫌だよね。つまんないよね。慰安旅行には夜の遊びは必要だと思うんだよね、やっぱり。夜の遊びがないとやっぱりね、次の、なんて言ったらいいの。でも夜遊びの場所を作る人も勇気がいるんだと思うんだよね。変に半分アメリカ、半分以上アメリカだから、アメリカの法律が結構絡んでくるとキャバクラ体系はできないんじゃないかなと思うんだよね。やれば中国の人かなんかがね、中国のお金持ちがドーンとやってくれれば
いいんだけど、結局カジノ問題もあのまんま、あの購入して購入したキングキングさんっていう会社が IPI とズブズブだったから、政府がこんなんダメだよってことになっちゃったから、この後どういう進路をたどっていくのかなって本当に思うんだけど、カジノできてくれればな。カジノができれば絶対ね、夜の遊びも増えるんですよ、必然と。そういう人たちが絶対に出てくると思うんですね。そういうまた賄賂じゃないけど、そういうのを払って、袖の下を払ってこれでやらしてねみたいに暗黙の了解で、そういうところがどんどん立ち上がっていくと思うんですよ。カジノがないとやっぱりそういうのも深夜さん、ダイヤモンドホテルのホテル前の100番とか南十字星のおっちゃんは面白かった。いや、行ったことないんだよね。その南十字星は聞いたことあるな。行ったことないな、100番と南十字星。ダイヤモンドホテルってワールドのもう一個向こうだよね。ワールドリゾートのもう一個向こう側だよね。行ってないからわかんないな、何があるのか。南十字星とか100番って聞いたことあるな。聞いたことあるな。何屋さんだっけ？え何屋さんだっけ？聞いたことあるけど何屋さんだっけな。何屋さんだっけ？全然思い出せなくなっちゃった。なんだっけ？いや、思い出そうと思うと固まっちゃう。固まっちゃう。なんだっけ？南十字星。なんだったっけ？なんだったっけ？なんだっけ？定食屋。あ、定食屋だっけ？韓国の定食屋かな。行ったことないんだよね。あの辺で泊まるっていうか立ち止まるっていうか、理由がなくて、例えば COP にゴルフ行っても COP でなんか食べて、ちょこっと食べて飲んで帰ってくる。結局ガラパンに帰ってくるっていう方が多かったし、あっちに行く用事が COP ぐらいしかないんだけど。寒い寒い。あっちに行く用事がなくて、ほぼほぼガラパンで終わるから、何にもあの辺のススペあたりに行く用事がないんだよね。必要性を感じなくて。夜の遊び必要だよね。必要よね。必要なのはね、本当誰もが思ってることだと思うんだけどね。だからカジノさえできれば、そういうね、違法じゃないけどイリーガルなところもボンボン出来上がって、袖の下またそういうのが横行して出来上がっていくんだと思うんだけど、
カジノの街って意外とそういうところがあるじゃないですか。ね、じゃないとやっていけないよね。そういうのがいっぱいいろんなものが面白いとこがないとカップルばかりが来るわけじゃないから一般にカップルばかりが来るようにターゲットをそこに絞る。100番ってなんだっけ、定食100番も定食屋なのかな、もうなんか引っかかっちゃった。100番と南十字星定食屋さんだった。なんか南十字星って看板は見た気がするな。見た気がする。はい、最近っていうか最近だな、向こう側に行った時に見た気がする。うん、見た気がする。ちょっと溜まっちゃった、その定食屋さんで。夜の遊びね、必要だよね。みんなね、でもどっかでは遊んではいるんだと思うんだけど、何して遊んでんだろうな。私なんかは仕事ばっかりだったのかな、結局は。うん、夜飲みに行ったりほぼほぼしなかったかな。お客さんとは結構ね飲みに行ったりしてたけど、個人的にっていうのはねほぼほぼなかったからね。でも毎日のように結構昔はねお客さんがいたからずっと飲みには行ってたけど、昔々の話だけどね。ゴルフも毎日のようにねゴルフはしたりしてたよね、お客さんが来てるから。元気だったよね、そういうのを考えると。ゴルフして飲んでってやれてたんだからね、毎日のように。今無理だな、多分。多分じゃないよね、無理だよね。午後からアフタヌーンゴルフ、大体アフタヌーンゴルフだったんだけど、午後からゴルフで十分回れるんで。フィリピンパブの経営者の方はサイパン撤退されたのですか？フィリピンパブの経営者の方々、マーメイドの人たちは、前にマラソンしてたの見たけどな。やめてからマーメイドとかクローズしてからマラソンしてるの、歩いてるのをこう運動みたいにしてるのは見たけど、今は私が出ないからどうなってるのかは分かんないけど、日本帰ったのかな、どうなんだろう。フィリピンパブフィリピンパブ、そうだよね。フィリピンパブ、マーメイドとかマイクロネシアとか、いっぱいあったもんね、あの頃ね。
あの頃の人たちは今悠々自適にサイパンライフをしてるのかもしれないなとは思うけど、うん、わかんないな。どうなんだろう。前に道路を幅台じゃないや、今グランビデオの前とかをこう歩いてるのは、運動のために歩いてるのはよく見かけたけどな。最近はわからない。どうなんでしょう。フィリピンパブ必要だよね。中国パブでもいいよね。中国のお姉さんたち綺麗だからな。最近の人たち垢抜けてるから、できるんなら本当ああいう人たちを雇ってキャバクラみたいなやりたいよね。できることならめちゃくちゃ儲かるよね。誰もやってないんだから、もちろん儲かるけど、その代わりお客さんを選べなくなるよね。一軒しかないと。みんながやってるならいいけど、結構多分ね、法律的にね、ああいうキャバクラみたいのはね、ダメなんじゃないかなと思われるんだよな。昔調べたことがあって、北マリアナの時はギリセーフだったんだよね。アメリカの法律が入ってくるとね、ギリダメなところがあるんだよ、確か。そういうことがあるんで、できないのかなって。だから、あの、賄賂が横行するような状態にならないと、そういうことはできないのかなとも思うし、どうなのかな。わかんない。そういう、でも知事の権限だと思うの。その州によってそういうことは OK ですっていうことを、州によってアメリカの中でも決めてるはずだから、この地域はだからストリップ劇場 OK ですよとか、そういうふうに決めてる、州知事が決めてるから、だからサイパンの知事もそういう権限はあるはずなんだけどね。嫌なのかな。まあ、昔のね知事がそういうところに入り浸りで、そういう黒いものを落としちゃったから嫌なのかもしれないけど、そしたらね、やっぱりまた綺麗なお姉ちゃんたちがフィリピンとかから若い子たちが来ると、そこにつられてまた来るじゃない。それが一番手っ取り早いんじゃないかな、サイパンの経済発展、回復に。キャバクラ OK にして、法律でキャバクラ OK にしたら、とりあえずローカルの人たちが、サイパンに住んでる人たちがどんなもんだって見に行くからお金使うでしょ。だからお店はやっていけるでしょ。で、その噂を聞いた人たちがまたゴルフバッグを抱えてきてくれるかもしれないし、ダイビングの人かもしれないし、ね、そういうところがあれば、それが一番あれなんじゃない、手っ取り早いんじゃないの。州知事がキャバクラ OK っていう判断を下せば、中国のお金持ちとかがキャバクラとかやりそうだけどな。元イージーキッチンのところに大型のキャバクラを作る予定だったんですよ、中国の人が。マカオの人って言ったかな。
ロシアンルーレットを忘れるな、深夜さん。ロシアンルーレットね。ロシアンルーレットももうね、あったね、ロシアンルーレット。あそこ、ロシアンルーレットがストリップだったんだっけ？えそうだよね。ロシアンルーレットがストリップだったんだよね。キングストロシ、まあガラパンで言ったらキングストロシアンルーレットがストリップだったような気がするんだけど。で、ロシアンルーレット脱いでない時期もあったよな、確か。うん、ちょっと忘れちゃったけど。飲み屋、分かってるよ。ロシアンルーレットでしょ。ロシアンルーレットはよく行ったもん。ロシアンルーレットの女の子たち、うちの店にも来てたし、ロシアンルーレットは覚えてるよ。ストリップじゃなかったっけ？あれ？ロシアンルーレット飲み屋もやってた時代があったけど、ストリップやってた時代もあったよね。ねえ、深夜さん。あったよ。脱いでたもんだって、あの可愛い子とか。あれロシアンルーレットって名前じゃなかったっけ？普通の飲み屋の普通っていうかキャバクラみたいな飲み屋の時代もあって、ストリップの時代もあったよね。脱いでたもん。脱いでた。ロシアンルーレットだよな、あれ。名前変わってたっけな、ロシアンルーレットから。忘れちゃった。ダメだ、思い出せない。でも絶対脱いでたのは間違いない。脱いでお客さんとこに来てチップもらってたもん。脱いでたのは間違いないんだよな。でも普通の時もあったんだよ。普通のキャバクラみたいな時もあったから。大体がどこにあったんだっけ？深夜さん。その時代は知らないです。脱いでたんだってば。あの可愛いお人形さんみたいな子たちが脱いでたんだよ。あれ名前違ったかな。ロシアンルーレットだったと思うんだけど、ロシアンルーレットで2箇所移ったじゃない、どっか場所を。どこだったかがね忘れちゃったんだけど、ガラパンの中で2箇所移ったのよ。1箇所の時は脱いでて、で移った時には脱がなくなったのよ。あそこの上にあったの、2階にあったのはなんていうバーだった、なんていうキャバクラだったっけな。あそこロシアンルーレットだったかな。マミーズストアあたりの2階とかに、あの辺の、今、マミーズストアの隣が今不動産、あ違う、何にもやってないわ。あそこの2階、新橋、あれ新橋って言ったかな、忘れちゃったな。あの辺にロシアンルーレットが
あったよな。違ったかな。ダメだ、思い出せない。あの2階にもキャバクラみたいなバーあったでしょ。あそこ、ちょっと前まで不動産屋が入ってたところに、なんだっけ、前あったレストラン。名前忘れちゃった。ロローカル創作フードみたいな日本の人がやってたレストラン。忘れちゃった名前。レストランの名前。そこの2階にキャバクラみたいのがあって、そこの時はもう脱いでなかった。あそこは、あそこフィリピンバーだった。いやー、なんか記憶が混乱してます。あの GIG の隣のビルの2階あたり、あの辺の隣とか隣後ろぐらいのビルのとこにロシアンルーレットあったよね。違ったっけ。ロシアンルーレットあったよね、あそこに。あの2階に。あの GIG 横のビルの2階にありました。あったよね。あそこにもあったよね、ロシアンルーレットね。GIG の横の2階にね、あったよね。そう、あそこになった時はもう脱いでなかったんだよね、確かね。いや、あそこに移って、あそこの時は脱いでなかったのかな、確か。シアさん、GIG の横のビルの2階にありました。よく覚えてるな。すごいな。忘れちゃったよ。あの2階にあった時は脱いでなかったのかな。あそこでも脱いでた気がするんだけどな。でもいきなりなんか脱ぎませんみたいになって、キャバクラみたいになったんだよね。ロシア人ばっかりだったけど、もう脱ぎませんよみたいになったんだよな。ほんで、やっぱあそこがロシアンルーレットか。いや、思い出せない。なんか新橋新橋新橋だったっけな、なんだっけな、そこ。全然出てこない名前が。新橋んとこにロシアンルーレットができたんだと思ったんだけどな。そんで、そこでは脱いでたんだと思うんだけど、脱いでたのは確かだから、ストリップだったね、初め。で、いきなり脱がなくなって、普通のキャバクラみたいな感じになって、で、マーメイドは昔はダンスで、マーメイドじゃないや、ミクロネシアだっけがダンスで、そのうちダンスもなくなっちゃったでしょ。で、マーメイドは、まあ、こっそり、一人のとこだったから、もっといっぱいあったよね、ガラパンにも。思い出せない。ね、記憶が閉じられてるところがあるから思い出せないですね。
なんでね、今日はね、だからワールドリゾートをちょっと取ってきて、まあその200%の関税がかけられないように、4月に発動されないようにちょっと祈るしかないんだけど、最近飲まない私にはあんまり関係ないんだけど、サイパンにもあんまり関係ないのかな。フランスワインとかフランスのお酒ってないかな。出回ってないような気がするし、ね、アメリカのワインだけでワインも事足りてるから、サイパンの人たちは。あんまり影響ないかな。サイパン、サイパン内では。アメリカは影響あるだろうけど、その3店舗は皆オーナー一緒だよね。一緒。マーメイド、ミクロネシア、ロシアンルーレットね。もう一つぐらいなかったっけ？なかった。まあ、綺麗な女の子多かったからね、当時。みんな結構もう細くてスラッとした子が多かったからね、ハマっちゃって抜け出せない男の人たちがいっぱいいましたね。地元のこのサイパンの中で取り合いの女の子とかもいたし、まあ女の子たちのね話聞いてる方が面白いのよ、裏話。お客さんにパソコンとか頼むんだって。で、このメーカーのこの品番のこれって、携帯とかもねそうやって頼むんだって。そうするとそれをね、ハピネスにはハピネスもあったじゃんね。ハピネスもあったね。ハピネスは一番初めに辞めちゃったかな。ハピネスはまた違うオーナーでしたね。ハピネスはいまいちちょっと綺麗さが落ちるっていう感じだったよね。みんな言ってたよね。それはそれで良かったんだと思うけど、本当ね、キャバクラの女の子たちの話を聞いてる方が意外と面白かった。同じ品番の同じものを買ってきてもらうのって。で、全部売っちゃうんだよね。一つだけ手に残しとく。それの方が儲かるって言ってたもん。もう、若くて綺麗だと何でもできるなって思ってた。いいよね。またフィリピン人だから罪になんないんだよね、きっと。うちの店なんかでもね、順番待ちしてるお客さんがね結構いたから、結構日本から通ってる人多かったからね、人気店だったね。ああいうとこがだから今も5個ぐらいあったら、初めの初めの頃のクオリティで5店舗ぐらいあったらサイパン復活だよね、多分。そうなれば、そういうとこがあれば慰安旅行も来るし、ゴルフ旅行も来るし、
いいことだらけじゃない？パソコンに電話回線突っ込んでたの懐かしい。パソコンに、そうね。うん、ね、まあ、10年とは言わない、もっと前だけど、だってついこの間まで、まだ ADSL 状態だよ、ここ。光じゃないよ。光もあるけどっていう感じだよね。光は高い。すごく高いから、特定のところでしか使ってないんじゃないかな。多分。普通の人たちは、ここ多分まだ ADSL。だから YouTube とかの画像でも1分はいかないけど、1分はいかないな、言い過ぎ。5秒、10秒、いや、10秒じゃない、もっと、もうちょっとラグがあると思う。遅いと思う。光ではないもんね。5G とかはあるけど、光ではない。まだ ADSL って状態だよな、多分。だって自宅に電話番号がなければ、繋がんないんだよ。インターネット。だから自宅の電話も料金も払って、インターネット料金も払ってるから、まだだから光ってやつではないと思うんだよね。日本のお友達のとこに泊まった時に、これ1個で、これ1個でインターネットが全部つながっちゃうのって言ったら、そうだって言って、ちょっと驚いたことが、5、6年前に、5、6年前、もっと前か。もうちょっと前、8年前ぐらいにあった。多分 ADSL っていうレベルなんじゃないかなと思います。だって遅いもん。まだ動画とか、YouTube はまだ見れるけど、他の動画とか止まったりすることあるもん、まだ。まだ遅いね。だから今回、テニアンの軍事化とサイパンの空港の軍事化をやったらインフラが結構良くなるから、ネット環境なんか良くないとね、今時。でもスターリンクだっけ、イーロン・マスクさんのあれがね、月70ドル、月70ドルかなんかで使えるんだよね。でも家に初め初期投資が500ドルぐらいかかるのかな。その代わり外に持っていけない、家の中だけしか、使えない状態で、携帯は携帯でインターネットを契約しなきゃいけないから、両方でね、スターリンクが使えるんなら、スターリンク、イーロン・マスクさんのが宇宙から飛んでるから、ちょっとバカっぽいな、自分で話してて。えっと、ね、衛星で飛んでるから、結局台風とかそういう時には影響、ちょっとあるけど、
影響が受けづらいっていうのを読んだ。でそれを使うと IP アドレスが日本になるっていうのも読んだ。今は変更してる最中らしいんだけど、もうされたのかな。だからね、本当に日本の人がそれを使うんなら、日本人でここに住んでる人が使うんなら結構便利もんなのかもしれないんだけど、あのアメリカ人がここに来てスターリンクの方がいいやって言ってスターリンクを選んじゃうと、いろんなものが IP アドレスとかが日本になっちゃうから、ちょっと面倒くさいっていうようなことが起きてるっていうことを結構前だな、読んだの。結構前だな。でもだから日本人にとっては便利もの。もしお金があったらそっちの初期投資をしてそっちの方が結局のところ安上がりになるから、そっちにお金があったらやりたかったね。やりたいね。台風やなんかの影響も受けづらいって言ってたから、もうね、多分深夜さんなんかご存知だと思うけど、台風の時はね、全く水も電気もつかない半年間、もうどうしたらいいのかわからないからね、あんな状態。インターネットもなんかつながったりつながんなかったり、つながんないつながんない時期がかなり3ヶ月ぐらい続いたのかな。みんななんか COP の海岸沿いが入るとか言ってなんかそこに行ったりしてた人たちもいたみたいだけど、そこで空に手を上げて携帯電話を片手を上げて携帯電話で電波を拾ってたらしいけど、私の住んでるとか意外と早く普及するはずなのに、あの時ばかりは普及が本当遅かったもんな。あれはつらい。家の方でも3ヶ月くらい電気なかったのかな。電気と水道が使えなかった。あれは辛かったね。もう辛い時に辛い思いにどんどん重なったっていう感じだよね。よろしくない。まあ、そんなわけで、また今夜もまたくだらない話をしましたけど、え明日また映像が出来上がればまた配信したいと思います。昨日はね、ちょっと落ち込みすぎちゃって、中途半端に苛立っちゃって、配信用意してたのに配信できなくなっちゃったのね。イライラしちゃうとダメね。配信ってできなくなっちゃうね。落ち込んじゃった時はなんか頑張ろうと思って配信やろうと思うんだけど、今はそういうふうにモチベーションを持ってってるんだけど、いやイライラした時だけはなんかお風呂に入るとか、なんかいい方法をリラックスしないとダメだとか、寝るとかね、なんかしないと配信どころじゃなくなっちゃう。なんか配信をしてお話ができなくなっちゃうから、全く。だからね、昨日はちょっとね、お休みしちゃいました。明日はね、またちょっと
早めの時間に頑張ってやりたいなと。月見でお月様とか海映してやりたいなと思うんだけど、最近夜雨降るからやってる間にザーって降られたら一発でアウトだから、とね考えてる最中ね。なんかもうちょっと人が集まるようなことをしてみたいなとは思うんだけど、もう全然誰も増えないし、で深夜さんとかの「いいね」がもう本当もうありがたいなって感じで頑張ろうと思える一つなので、これからもよろしくお願いいたします。もちろんリーフさんも、今日ね来てくれる人が来なくなるともうすごいがっかりするよね、本当に。今日でね14回目なのかな、13回目なのかな、ライブ始めて。13か14回目、8回ぐらいまでちゃんと入れてたのに、また入れよう、14回目とか。ということでまた明日よろしくお願いします。今日はありがとうございました。またくだらない話でしたけど、お付き合いありがとうございました。それではおやすみなさい。皆さん、土曜の夜だからみんな夜更かしするのかな。そんなわけでおやすみなさい。ありがとうございました。配信切ります。おやすみなさい。おやすみなさい。深夜さんありがとう。おやすみなさい。どっちだっけ？こっち。